社名丸よ。なんでしょう飯綱丸様。人気投票まで一月を切ったな。いきなりめたいです飯綱丸様。投票に向けてアピールが必要だ。暑いの寒いの言ってられんぞ。いえしかし、とりわけここは暑いですね。日差しを遮るものが何もありません。どこか日陰に移りませんか。何を言うか軟弱者。気合が足りぬな。ここに座って話を切り出すのが、暴走シリーズのテンプレではないか。お主はどうなのだ？昨年の人気投票では11位にまで順位を上げた。あと一つ順位を上げれば、久々のベスト10入りだ。密かに狙っておるのであろう？そうですね。今年は東方高魔教がリメイクされることになりましたので、不動票が高魔教組に流れそうですが、それだけに高魔教組以外に目を向ければ、固定票を多く持つキャラが相対的に順位を上げることも考えられます。固定票をしっかり固められるかがポイントになりそうですね。お主は我ら天部の人気稼ぎ担当であるからな。頑張ってもらわねばならぬ。なんとなくその言い方にはトゲを感じるのですが。なぜお主はそんなに人気があるのだ？新聞ネタは捏造するわ。もみじをからかって遊ぶわ。悪さばかりしてろくなことしておらぬというに。上司の言葉とも思えません。お主は、里に最も近い天狗、と言われておるそうだな。記者として取材のためにしばしば里を訪れるからでしょう。同じ記者でも旗手は引きこもってばかりで、めったに里へは来ないですけどね。何度も姿を見せるうちに、親しみも生まれるというものです。そこでだ。私ももっと里に近づこうと思うのだ。存在感をアピールするのだ。存在感。そこはかとなく嫌な予感がいたします。いやしかし、ここは暑いな。はい。日差しを遮るものがない。場所を移すぞ社名丸。はい。暑いのは気合が足りないのではなかったのですか？行くぞ社名丸。飯綱丸様？なんだどうした？いえ、相手をしてあげなくてよろしいのですか？ほらほら読んでますよ。放っておけ。行くぞ。暑くてたまらん。いない。さっきまでここにいたじゃない。どこ行っちゃったのよ？社名丸よ。これを見よ。これは、人里ですね。いかにも。このようなものを持ち出して、いかがされるおつもりですか？人里に住もうと思う。はい。姿を頻繁に見せて、民たちから親しまれる存在となるのだ。これぞまさしく、里に最も近い大天狗だ。いえしかし、天狗が里に住むなど前代未聞です。お主のように足しげく里に通うのも面倒だ。だから里に別邸を構えるのだ。そのようなこと、霊夢さんはきっと許しませんよ。巫女の顔色ばかり気にしておっては何もできぬ。いえたまには気にしていただきたく。人気獲得のためだ。私は里に住むぞ。住むとおっしゃられましても、どこに住むおつもりですか？そういえば、竹蔵さんが住む長屋に、一部屋空きがあったと思いますが。若者、なぜ私がそんなところに住まねばならぬのだ。いっそのこと同じ部屋に。黙れ社名丸。そもそも竹蔵は留守だ。桃代と共に地底を探検中だ。そうでなければ人里になど住めるか。ではどこに住むおつもりなのでしょう？都合よく部屋が空いているとは限りませんよ。空き部屋など探してはおらぬ。新築するに決まっておろう。わざわざお建てになるのですか？当然だ。我は大天狗ぞ。威厳を示すにふさわしい家を建てるのだ。そうなりますと、この辺りの空き地でしょうか？そこは里の外れではないか。隅っこだ。もっと真ん中が良いな。あやややや。しかし里の真ん中と申されましても。ああ、ここにも空き地がございますね。狭いな。はい。土地が狭すぎる。もっと広い土地が良いな。良いなとおっしゃいましても、他に広い空き地などございませんが。社名丸よ。お主は時折歌を歌っておるな。歌でございますか？取材のテーマソングでしょうか？それだ。歌ってみよ。ぶんちゃ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 ネタがないネタがないないなら作ろう。ないなら作ればよいのだ。里のこの辺りを更地に変えて、ここに家を建てるのだ。はーい。更地にするとはどういうことでしょう？今いる者たちには立ち退いてもらう。この辺りに別な土地を用意して移ってもらうのだ。里の外れのさらに外じゃないですか。そんな場所に移ってくれるはずがありません。頼んでみぬことにはわからぬであろう。試すまでもなく無理です。それは、頼み方次第なのではないか？それじゃ地上げじゃないですか。ちなみに、これが完成予想図だ。こんなことをすれば、親しみどころか大貧縮ですよ。よし、早速頼みに行くぞ。ついてまいれ社名丸。
この辺りが里の中心だな。本当にこんな場所に家を建てるおつもりなのですか？ここは団子屋だな。はい、よくお邪魔するお店ですね。まずはここから始めるぞ。絶対問題になると思います。ついてまいれ。いらっしゃいませ。ご注文がお決まりになりましたらお呼びください。注文はもう決まっておる。ではお伺いします。この店をもらおう。土地ごとな。はい。この店を丸ごと買いに来た。いくらだ？お客様ご冗談を。冗談ではない。売ってほしい。主人を連れてきます。しばらくお待ちください。この店を買いたいと？いかにも。私はこの辺りに家を建てたいのだ。別な土地を用意するゆえ、店を移転してはくれまいか。わかりました。はい。おう。わかってくださったか。これ見ろ社名丸。頼んでみなければわからぬものだ。あのご主人。冗談でおっしゃってるようには見えませんが、何かあったのでしょうか？はい。実はもう、店を畳もうかと考えていたのです。何？店を辞めるだと？いやいや、別な場所に移ってもらうだけで、店は続けても良いのだぞ。このところ売り上げが落ちてしまって、いずれこのままでは近いうちに、店を閉めなければならないと話していたところでした。この土地で代々続けてきた家業を、ここで途絶えさせるのは辛いのですが、この地を離れることになるのなら諦めもつきます。なるほど。そうであったのか。飯綱丸様？私はこの店の団子が好きでな。食べられなくなるというのは寂しい。なんとかならぬものか。天気打ちまた。良いところへ来た。笑ってないでさっさと出てこい。何よ大天狗飯綱丸めぐむ。私が必要なら呼べばいいじゃないの。この暑い中、どこにいるのか探しちゃったわよ。どうせ話は盗み聞きしておったのだろう。市場の神だと言うならなんとかしろ。仕方ないわね。別にあんたのためじゃないからね。私もここのお団子が好きだからよ。前置きは良い。さっさと始めろ。老舗の団子屋さんが苦戦する主な理由は、和菓子離れ、客層の高齢化、時代に合わせた情報発信不足や商品開発の停滞が挙げられるわ。特に昔ながらの味を守るあまりメニューの固定化が進む傾向が強いわね。若い世代を引きつけるような工夫、例えば季節限定商品や SNS 映えする商品の開発に力を入れてみると効果が上がりやすいわ。ちまた。お主。まともなことも喋れるのだな。賢そうに見えるぞ。あんた私をなんだと思ってるのよ。妖怪おとぼけちまたん。女神に向かって失礼ねあんた。よしわかった。ご主人。しばし調理場を借りるぞ。できたぞー。できたぞって、何を作ってたのよ。お主の助言に沿って目玉商品を開発したのだ。そんな簡単にできるものかしら。見せてやる。こっちに来るがよい。どうせあんたのセンスじゃ大したもんは。なんなのですか一体これは？目玉団子だ。若者たちを振り向かせるには、これくらいのインパクトが必要であろう。店主よ、試食してみよ。おお、ごまあんを使ったのですね。中にはスイカが入っています。さらに散らしたジャムはラズベリー。これは思いつきませんでしたが、見事なバランスです。そうであろう。調理場にあった材料を組み合わせてみた。夏季限定商品だ。社名丸よ。この団子のことを情報発信するのだ。食のこととなれば、あの方に来ていただくのがいいでしょう。それと、若いインフルエンサーも呼びましょう。ついでにもう一つ頼みがある。なんでしょう飯綱丸様。邪魔だからこいつをなんとかしろ。美味しいわー。ねえヨウムちゃん、これいっぱい買って帰りましょう。ねえヨウムちゃん、どうしちゃったの？これは映えますね。バズると思います。よろしくお願いします。大変な行列ですね。これで団子屋が持ち直すと良いな。ですが飯綱丸様、これでは地上げはできませんよ。仕方あるまい。また何か別なことを考えればよい。いえもう十分でございます。考えればよい。十分でございます。考えればよい。十分でございます。